こんにちは。ギルクエソロの旅、パート14やっていきます。今回は、前回に引き続き、発掘とイベクエ装備なしで、ラージャン140をプレイするよ。ただし、武器はソウチューコンでいきます。ソウチューコンの生産は、ペダンマデュラガチ一強なので、イベントなしの影響がかなり大きいです。体験は GX ハンターなしが言いたかったけど、コンは、防具より武器が窮屈だね。で、何持っていきましょう？武器は、サムドラダオラをチョイスしたよ。癖のない氷属性武器だね。なるほど、サムドラですか。当時、ペダンが来るまではエンマ滅竜痕、ゴウエンが使われてたイメージでしたが。エンマは、とにかく切れ味維持がきつすぎてね。巧みで紫30と白20しかないんだよ。それに、ほぼペダンの介護官というのもあまり持ちたくない理由だね。一応、紫のエンマは、白のペダンより期待値が高いですが、白に落ちたらペダン以下ですし、巧みが必須なのもあって、総合的にはペダンに勝つことはできません。サムドラは白ゲージ以上が長めだし、属性ダメージもある程度期待できるからね。それで、防具はどうしましょう？作成ハードルとか色々加味した結果、うかうかうになったよ。懐かしのテンプレ防具ですね。懐かしいとはいえ、今でも攻略段階では、とりあえず作っていい組み合わせではあるよ。あ、ちなみに、5石は KO1 のスロット3だよ。もちろん KO は発動しないからね。切れ味維持は砥石高速ですか？これでケアしきれればいいんですが。技物は、もうちょい強いお守りがないと発動はできない感じだったよ。まず、ソウチューコンでラーをやるなら、個人的に心眼と回避性能が欲しかったんだよね。巧みは必須で、弱得もできれば欲しいですしね。それらを両立するとなると、これしかなかったんよ。大衆は狙ってないけど、おまけでついてきた。それじゃあ、やっていきましょうか。石を進撃に変えるのを忘れないようにね。極限中に白取れなくなっちゃうぞ。テイク1で見事に変え忘れて、リタイアしたのは秘密です。体験よりは時間がかかるだろうから、気合い入れていこう。よっしゃ、やるぜ。ソウチューコンとラージャン自体の相性はいいと思いますが、極限が課題ですね。進撃ないと3色揃わないから、石使うタイミングは、かなり慎重にならないとね。石が切れて白なしで立ち回る時間、自分で見ててもかなり情けないからな。3色揃えてさえしまえば、解除自体は簡単な方だと思います。心眼入りなので、極限中の投機効果にも対応できますしね。もう心眼なしでは、安心できない体になってしまったな。ソウチューコンの火力ならば、補助スキルも無理なく足すことができます。回避性能は諸説あるが、耐震の上位互換くらいに感じる。そんで、コンの立ち回りで意識することあります。正直、あんまないんだよね。隙があったら攻撃を差し込もう、くらい。ただ、これは以前の動画でも言ったけど、欲張らないはマジで大事だね。攻撃が出ちゃうと、回避を受け付けるまで長いですからね。ね。欲張ると良くないでしょ？あえてやりました感、出さないでください。差し込む攻撃としては、スティック多数への単発攻撃がいいと思う。では遅いけど、動けるまでが短いんですよね。気をつける点としては、そんな感じかな。立ち位置は他の武器と一緒で、向かって左側が基本ね。ステップとデンプシーに当たらないためですね。今みたく目の前でデンプシー出されたら、腹下に潜り込むように避けよう。中途半端に左右に避けようとすると、振り切った腕に触るから要注意ね。3色揃えておけば混合体があるので、ぶっ飛ばされる心配はありませんけどね。これも、4G でエキス延長が追加されたおかげだよ。確かにすっかり慣れましたけど、MH4 時代は赤白2色運用してた気がします。あの時も、ララ武器一強でしたね。混然一体の薙刀山のステータスは、発掘武器がないことを想定してたっぽいけど、結局 4G になっても、ララ武器の強さはほぼ揺るがなかったな。雷弱点なら、ミラーアンセスロードも強いっぽいですが、汎用性ではペダン1強レベルですしね。今回ペダン以外の武器を探してて、同じような運用できるものは全くなかったよ。サムドラは、その中でも優秀でしたね。属性値か切れ味が、もうちょっと欲しいんだけど、まあ普通に担げるレベルではあるよね。サムドラといえば、テオ TA のイメージだな。ペダンの解禁以降はペダンになったのかな？どうなんでしょうね。テオはタイラーと求められるものがちょっと違いますからね。こういう時にレギオス武器の出番のはずが、ソウチューコンで紫10白20はあかんでしょ。
まあ、レギオス武器は立場的に全部機種で性能統一させられてますから。でも、ランスは紫30じゃないか。あれは、明らかに砲撃を考慮されている。なぜ、根本的な手数の多い少ないを加味してくれなかったんだ。私に言われましても、でも体験一人勝ちのステータスではありますね。そういえば、まだ砥石使ってないけど白のままだな。意外に技物なしで持ってるね。ほんとですね。総中魂って速攻で切れ味落ちるイメージでしたけど。サムドラの匠発動時の切れ味、木3だけど紫30の白50なんだよね。合計80ポッチで、これだけ持つの意外だった。この企画ならではの発見でしたね。お、最極限来たな。効果してるが、心眼あるので心強い。ここで初砥石です。最極まで白持ちましたね。砥石高速化だけで不安でしたが、これなら勝負になりそうです。ウカウカウベースは、切れ味8、スロ0クラスのお守りがないと、技物はつけれんかったよ。超レアじゃないんですけど、ポロポロ出る性能でもないですね。もちろん、心眼や回避性能を切れるなら、毒ドミで新打ち技物ベースが組めるけど、安定性求めたいのよね。効率を重視するなら、そもそも体験でいいですしね。これ何回も言ってますけど。モンハンでタイムが速いことが正義なら、一部機種の一武器しか持てなくなっちゃうしな。それは、モンハンというゲームの良さを、まるっきり否定することになりかねん。使ってて楽しいから担ぐ。こんなに面白いことはありませんよ。対人ゲームじゃないんだから、じっくり楽しくやりたいよね。この辺、心眼の良さ出てますね。これ、角度が良ければ、前段腹に当たったりするんだけど、とっさに位置につくのめっちゃむずいよ。TA でもなければ、心眼はかなり優先度高いと思うな。ダメージ効率だけでなく、身の安全にもつながりますからね。これで極限部位にも弾かれなければ、心眼が神スキルになってたのに。バランス的には、それで良さそうですけどね。ダメージはどのみちカットされるし。極限の強制弾かれを無効化できるのって、チャークの盾付きだけなんだっけ？そうですね。ただあれも、盾付きに弾かれモーションが用意されてないだけで、開発の都合で仕方なく見逃されてる感じしますけど。貫通弾ですら貫通できないしな。あ、解除できました。うん、ちゃんと早いね。極限で苦労することはなさそうだ。さて、2エリア移動して、最極限3回目だよ。極限状態は、解除するたびに解除時間が15秒短くなっていきます。なので、手こずれば手こずるほど、どんどんこちらが不利になります。総中魂の場合は、ラー140を20分以内に討伐できる腕は欲しいね。あんまり再局を繰り返してると、進撃の再使用が全く追いつかなくなります。いたたた、怖すぎ怖すぎ。もちろん、落つるのはもってのほかです。進撃使用時に落つると白が取れなくなります。これがあるから、総中魂むずいんだよな。エキス取れなくて、虫も困惑するよこんなの。両中って、効果時のミラルーツでもエキス取れるのに、極限部位ってそれより硬いんでしょうかね。いくらウイルスの影響とはいえ、伝説の古竜より硬いのはどうなんだ。それとも、虫がエキス取るメカニズムが、極限状態と相性悪いのかな。蚊が血を吸うノリだと思ってましたけど、エネルギーを吸収する感じなんでしょうかね。体液とかじゃなくて、皮膚の表面から何かしらのパワーを吸ってるのかもな。それを両中がエキスに変換してるのかもですね。知らんけど。でも、案外ずれてないかもよ。モンスターの体液みたいな感じで。モンスターの体液は、虫の消化液と混ざることで接着剤として利用されるんですよね。だから純粋な体液だけじゃダメで、虫が吸うことに意味があるんだよ。モンハン世界って虫も強力ですしね。まあ、極限に弾かれる理由にはつながらないが。あら、とうとう青に落ちてしまいました。よく持ってる方ではあるけど、さすがに技物なしでケアしきるのは無理だったか。青でも、立ち回り自体に影響はないですが、ダメージが下がるのでダウンが取りづらくなります。幸い、砥石を使う隙は確保しやすいので、白が落ちそうになったら研ぐのがいいです。切れ味は、1段階落ちるごとに 10% 火力が落ちていくよ。タイラーだと弱得がなくなるくらいの影響度だから、相当でかいね。最近のシリーズは、紫の補正が弱いので、切れ味のダウンを軽視しがちです。紫補正、なんで弱体化したんだろうね。スキルの幅を広げたいのはわかるけどさ。
最近はスキル自由度がめちゃくちゃ高いですが、結局人気スキルが優先されてますしね。匠より攻撃や見切りが優先される時代になるとはな。今、切れ味系のスキルは色を上げるより維持が目的になってますね。できれば補正戻してほしいな。アイスボーンのナルナ武器とか息してなかったし。紫が弱体化したダブルクロスと環境変わってるので、戻してもいい気しますけどね。それか、匠を2レベル制に戻すとか。あ、対象切れた。進撃と入れ替わりくらいのタイミングだね。やはり、ソロの対象は便利ですね。あとちょっとで解除だったんだ。これ、あるあるだけど厄介なシチュエーションです。次の極限に進撃間に合わなくなりました。進撃は再使用まで130秒もかかるんだよね。極限2回からは再極の時間の方が短い。で、エキス3色が120秒だから、極限3回目くらいから足並みが揃わなくなっていくよ。もう15分以上経過してます。そろそろ倒せないときついですね。早く倒れてくれ。回復やエリチェン時間すら惜しいです。ついつい焦ってしまいます。焦って無理に攻撃して、それで落ちったら元も子もないからな。こういう時こそ慎重にいかんと。これは、もう討伐が近いのでなんとかなりますが、中盤あたりに落ちるのが一番心にきます。ソロだと1落ちした時点で慣れてリタイアすること多めだね。撮影してるとなおさらです。よっしゃ終わった。お疲れ様です。17分いかないくらいでした。やっぱ体験よりは遅いか。が、ペダンなしにしては、よくやれた方だろう。お宝出てたんで、一応見ていきますか。このクエのお宝はエリア1と2の間にあるんだけど、総中魂使ってると道中邪魔に思えてたよ。エキス、石、極限解除と、時間に追われますからね。HD 移植するなら制限時間緩和してほしいな。チラッチラッ。期待しすぎるの、良くないですよ。やっぱラージャンは、団体でも報酬多いですな。ギルクエの入門といえば、ラージャンカテオだと思います。極限過去竜が入門ってのもすごい世界だぜ。ほい、というわけで、イベクエなし企画2弾、総中魂でございました。体験には及ばないものの、思ったよりすんなり言ってよかったですね。サムドラはテオにも有効なんで、イベント以外で作るとしたら第一候補になるね。逆に言うと、匠がある以上、火力スキルの追加は難しいね。スキルの方は匠を入れる場合、イベントの有無でそこまで変わりませんでした。そういう点でも、ペダン一強なのは変わらん。何はともあれ、新規勢の方にとって少しでも参考になれば幸いです。次回からは、また普通に発掘使ってギルクエやっていくよん。では、今回これで締めます。ほいじゃ、次の動画で。またね。